導入、カスタマイズ方法。事前準備。ブースから素材データをダウンロードします。ZIP ファイルを任意の場所で解凍します。この際に、とりあえずの場所ではなく、今後動かさない、フォルダ名を変更する予定のない場所に置いてください。このフォルダを移動したり、フォルダ名を変えると、OBS でリンク切れが起きるのでご注意ください。次に、フォントをダウンロードします。概要欄の Google フォントの URL へアクセスし、右上のゲットフォント、ダウンロードオールからダウンロードします。ダウンロードした ZIP ファイルを解凍します。TTF ファイルをすべて選択し、右クリック、インストール。これでフォントのインストールは完了です。最後に、ソースコピーという OBS のプラグインをダウンロードします。概要欄の URL にアクセスし、右上のダウンロードから自分の環境のバージョンを選びます。インストーラーが楽でおすすめです。ダウンロード、解凍後、インストーラーを起動し、画面の指示に従ってインストールしてください。OBS に読み込む。まず最初に、念のため、OBS の設定のバックアップを取ります。ファイル、設定フォルダを表示。ベーシックの中身を任意の場所にコピーしておきます。これでバックアップは完了です。OBS に戻って素材データをインポートします。シーンコレクション、インポート。参照をクリックして JSON フォルダの中から好きな色の JSON ファイルを選択します。何も起こっていないように見えますが、シーンコレクションの中に動く配信画面が追加されています。これをクリックすると、不足しているファイルというエラーが出てきます。ディレクトリを検索で素材データ、フォルダを選択します。するとすべての素材が表示されました。ですが、この状態だと、マイク設定などのいつもの配信設定を使用できないので、いつものシーンコレクションにゲーム、作業用を持っていく必要があります。その際に、先ほどインストールしていただいたソースコピーという OBS 用プラグインを使用します。ツール、ソースコピー、メイン、ゲーム、作業用、コピーシーン。次に、いつも配信時に使っているシーンコレクションを開いた後、ツール、ソースコピー、メイン、ペーストシーン。いつものシーンコレクションにペーストされました。これでもう、ゲーム、作業用というシーンコレクションはいらないので、削除して大丈夫です。問題なく動いていれば、導入は完了です。カスタマイズ方法。ここからは OBS のフィルター機能を使用して色などをカスタマイズしていきます。上から順に黄緑色のカラーに変更してみましょう。エフェクトフィルタで色をつけることができます。デジタル時計は元の色が黒なので、色の加算を変更すると色をつけることができます。この調子で色の加算の色を変更していきます。ストライプの色は少し濃いめの色にするとちょうど良くなります。色変更、ベースはお好みで色をつけたいときに使用してください。U ビデオの文字の色も同様に変更することができます。この調子でどんどん色を変更していきます。文字はここで編集することができます。トゥードゥーリストには2つの文章を入れることができます。
配信の目標やタスクなどを書くといいかもしれません。U ビデオのテレビの中の動画は、新しい動画というソースをダブルクリックすると変更できます。最近投稿した動画を流しておくといいかもしれません。今度は全体を濃いめの緑色に変更してみます。濃い色が背景色の場合は、文字色を白くするといい感じになります。ぜひお好みの色にカスタマイズしてみてください。コメント欄の設定。コメント欄の CSS はお好みのものを使用していただけます。ここでは通行止め様のコメント CSS 生成ジェネレーターを使用する方法をご案内します。概要欄からアクセスし、お好みで色などを設定してください。完成したらクリエイトを押し、出てきた CSS をコピーします。コメント欄のカスタム CSS の欄に先ほどの CSS を貼り付けます。コメント欄が表示されました。以上で導入、カスタマイズ方法の説明はおしまいです。お疲れ様でした。